太平洋2019年、アメリカ軍の赤外線センサーの画面を手持ちの機器で撮影した映像に黒い丸みを帯びた影が映っている。AARO はこう書いている。この媒体は AARO に報告される前にデジタル加工されており、受け取ったままの形で提示している。2026年8月7日に公開された UFO/UAP の映像は16本。そのうち11本には AARO 自身が全体の画質に何が影響しているかを書き添えている。その書き添えがないのは5本だ。公開したのはアメリカ国防総省で機密解除の第5弾だ。この中には映像が16本、文書が22点ある。AARO アメリカの全領域異常解決局は国防総省で UAP を調べる部署だ。一覧には映像1本ごとに説明文がつく。16本の説明文を全文読んだ限り、FBI の1本を除く15本は、誰が AARO に出したかから始まる。その後にもう一つ共通する記述が続くものが、16本のうち11本ある。それはその映像の全体の画質に何が影響しているかという断り書きだ。残る5本の説明文にはそれがない。この11本の説明文に出てくるのは、例えば、二次撮影センサーが直接記録した元のデータではないという中期、デジタル加工低照度といった言い方だ。全体の画質についてのこの断り書きを、この動画では書き添えと呼ぶ。16本は場所ではなく、その書き添えの有無で並べていく。書き添えのある11本から見ていく。はじめは太平洋、2019年の5本だ。一覧によれば、この5本は、2022年にアメリカ海軍の UAP タスクフォースから AARO へ引き渡された。このうち3本にはこう3つの文で書かれている。プラットフォームというのは一般にセンサーを載せている航空機や艦のことだ。これはアメリカ軍のプラットフォームに搭載された赤外線センサーのディスプレイを手持ちの記録機器で撮影した二次撮影である。この映像はセンサーが直接記録した元のデータではなく、二次的な記録方法は忠実さ、解像度、全体の画質に限界をもたらす。画面を撮ることで生じる乱れ、例えば滲みやちらつきが含まれていることがある。冒頭の黒い影もこの3本の1本だ。太平洋の残る2本は性格が違う。どちらもに分半ほどある。一覧によれば、この2本は2019年にアメリカ軍の隊員が手持ちの記録機器で撮影した。実際に見ると画面はほぼ真っ暗だ。片方の説明には、カメラが首を振り、光源と見られるものをいくつも画面に入れたり外したりするとある。もう片方には、カメラが首を振って光源と見られるものを追うという記述と、内容なしという記述が交互に並ぶ。二次撮影とは書かれず、撮影時の低照度が画質に影響しているとある。低照度と書かれているのは、この2本だけだ。そして太平洋の5本すべてに、冒頭で引いた加工の一文が続く。誰が加工したのかは書かれていない。次はオマーン湾だ。書き添えのある11本の残る6本がこの海域の映像だ。AC-730J ガンシップは輸送機を武装させた攻撃機だ。書き添えはこの機体を名指ししてこう書く。これはアメリカの特殊作戦部隊の AC-130J ガンシップに搭載された赤外線センサーのディスプレイを携帯機器で撮影した二次撮影である。太平洋の手持ちの記録機器とは別の言葉が使われている。残る2つの文は太平洋の3本と同じだ。二次撮影であること、元のセンサーデータではないこと、画面を撮ることで生じる滲みやちらつき。この3種類の記述がつくのは、太平洋の3本とこの6本、合わせて9本だ。6本とも短く、3秒足らずから34秒余りだ。この6本は画面を撮り直したもので、映っている暗部が何なのかはこちらが見た限りではわからなかった。この6本には対になる文書がある。AARO 自身が6本すべての説明で D151 という情報報告を挙げている。映像の識別番号にある日付、2021年9月8日はその報告が記す日付と一致する。ただしこの文書には最終評価を経ていない情報報告という警告がすられている。つまりこの報告の内容はまだ最終的な評価を経ていない情報だ。機体の呼び方は一覧が AC-130J、報告の本文が AC-130 だ。情報報告は、この夜をこう記す。AC-130 は、夜間の実弾訓練で、水で作動する照明弾を模擬標的として投下した。戦闘システム士官、報告の表記で CSO が、
機体の電子光学と赤外線のセンサーでその周囲を操作した。電子光学は光を、赤外線は熱を捉える方式だ。CSO が赤外線モードのセンサーを照明弾へ向け直したとき、その上に静止する2つの物体を観測した。報告はこの2つを、赤外線で見た直径およそ 1.2 メートルの冷たい球体と書いている。水面スレスレから6メートルほどの高さで、模擬標的の照明弾の上におよそ15秒静止していた。15秒が過ぎた後、CSO は引き金を引き、機体の105ミリ砲を発射した。引き金を引いた直後、砲が反動するまでの短い遅れがあった。その間に CSO は、2つの UAP が照明弾から急速に離れ、高度を変えないままセンサーの映像の外へ出ていくのを見た。報告はさらに続ける。乗員は、観測した電子光学と赤外線の映像をすべて保存しようとしたが、機体のデジタルビデオレコーダーが原因のわからないまま故障し、映像データは壊れた。壊れたのはその映像のデータだ。今公開されているのは、画面を携帯機器で撮り直したこの6本だ。ここまでが書き添えのある11本だ。ここからは書き添えのない5本、中東の4本とアメリカ西部の1本だ。中東の4本にも説明はあり、何秒から何秒に何が映るかを時刻付きで書いている。その上で、16本のうち15本に共通する面積の記述を添えている。この説明は情報提供のみが目的で、分析上の判断や調査上の結論、事実認定を示すものではないという趣旨だ。ないのは全体の画質についての書き添えの方だ。二次撮影も加工も低照度も書かれていない。センサーの書き方も4本で同じではない。電子光学と赤外線とあるのは一番長い1本だけだ。残る3本は赤外線センサーとだけ書かれている。中東の4本は2023年と2025年の映像だ。一覧には黒塗りの有無を示す欄があり、16本のうちそこに印がついているのはこの4本だけだ。ここから先はこちらが実際の映像で見たものだ。中東の4本には画面に黒く塗りつぶされた四角が入っている。一番長いのは100秒近い映像だ。都市を見下ろす電子光学と赤外線の画面が青みがかった表示と白黒の間を2回切り替わる。別の1本は冒頭に船が大きく映り、その後小さな光点が放物線を描いて動く。AARO はこの1本について、初めの4秒は、この光点、その言い方ではコントラストのある領域が画面の右下から左下へ移ると書いている。5秒から後はセンサーがこれを追い続けるとも書いている。一番短い映像には横に細長い滲みが映っている。ただし AARO はこの映像の説明では初めの4秒までと9秒から14秒までを内容なしと書いている。記されているのは5秒から8秒に左端から入って右端へ抜ける領域だけだ。中東の残る1本は地表を見下ろす赤外線映像で画面には小さな暗い点が映っている。この1本にも全体の画質についての書き添えはない。ただ AARO はこの映像を秒数で区切って細かく説明している。はじめの8秒はセンサーが首を振ってその暗い点 AARO の言うコントラストのある領域を追い、画面のほぼ中央に保つ。この8秒の間はセンサーを乗せているプラットフォーム、その部品がセンサーの前を横切り、センサーが一部さえぎられて背景が隠れるとも書かれている。9秒からはセンサーがその領域にズームインし、照準の枠が一瞬その領域を囲む。9秒からの区間では、プラットフォームの部品がセンサーを遮り、表示が隠れると書かれている。書き添えのない最後の1本は、16本でただ一つ、一覧の機関の欄が FBI になっている映像だ。一覧は、アメリカ政府の特別捜査官が、手に持った光学式の熱画像装置で撮影したと書いている。こちらで測ると10秒の記録で、場所はアメリカ西部2026年だ。映っているものについては、赤外線の映像で見える2つのゆっくり動く、黒く映るコントラスト領域と書かれている。他の15本につく時刻付きの説明も面積の記述も、この1本にはなく、記述は一番短い。一覧の表記もこの1本だけ違う。他の15本には、未解決の UAP 報告と書かれている。この1本の表記は、低速の物体で未解決という言葉が入っていない。もう一度冒頭の黒い丸みを帯びた影に戻る。その映像について AARO 自身が4秒から7秒の間はコントラストのある領域が背景に紛れて目立たなくなると書いている。
その同じ映像に AARO は報告される前に加工されていたこと、受け取ったままで出していることを合わせて書いた。誰が、いつ何のために加工したのかは書かれていない。一覧の題名欄には、未解決の UAP 報告とある。書き添えのある11本とない5本。その16本が、書き添えも含めて WO.gov で公開されている。16本の映像も、今引いた説明文もそのページで見られる。こちらの要約ではなく、原文がどう書いているかは、そこで確かめられる。本チャンネルは、世界各国の政府が公開した機密解除ファイルや公式記録を、原文の記述に忠実に紹介していく。これからも、世界各地各年代の事案を、一件ずつ辿っていく。